皆さんこんにちは。お元気でしょうか。なんだっけ、このポッドキャストは日本語学習者、中級者、上級者向けのポッドキャストです。自然な速さ、自然な話し方で話します。トランスクリプトを無料で公開しておりますので、ぜひ私のウェブサイトからご覧ください。そして、難しい言葉とかを勉強できますので、YouTube メンバーシップに入ると言葉とかも勉強できますので、ぜひ参加お待ちしております。 YouTube メンバーシップはですね、私のゲームプレイ動画を、これすごいね、やってます。最近ゲームばっかりやってるな先生みたいな思ってる方いると思うんですけど、ゲームプレイ動画を見たりできたりとか、あとは2週間に1回ね、日本の最新ニュースを分かりやすく、最近日本で何が話題か、何が起きてるのかっていうのを分かりやすく説明したライブをやっております。それはね、メンバー限定なので、それが見れたりとか、あとおやすみポッドキャストというタメ口ポッドキャストがフルで聞けたりとかしますので、ぜひ YouTube メンバーシップ参加お待ちしております。はい、ということでね、ちょっとね、お久しぶりになっちゃって、レギュラーポッドキャストが、YouTube メンバーシップの方では結構動画アップしてたりしてたんですけど、すいません皆さん。最近ね、実は私は少しお休み期間をいただいていまして、お休みというか、ちょっとトーンダウンというか、お仕事をちょっと減らすというか、っていうことをして、レッスンとかもね、6月いっぱいまでお休みをいただいて、本当にありがとう皆さん。助かっております、とても。なのでそれを機にちょっと YouTube とかポッドキャストも少し、トーンダウンしてるっていう感じです。のんびりゆっくり1ヶ月間ね、生活しようということで、もう最近はやっぱちょっといろいろね、この話はちょっとまたゆっくりしたいなと思うんですけど、何してんのかっていう話なんですけど、生活はそんなに変わらないんですけど、モニャちゃんと、猫のモニャちゃんと今そこでね座って私のことじっと見てますけど、猫のモニャちゃんと遊んだりとか、行きたかったねところに行ったりとか、ゆっくりしてますね。基本的に家にいるんですけど、それが幸せなんですね。台湾旅行に最近行ったんで、台湾旅行については次のエピソードでゆっくりお話します。あと本を読んだりしていてですね、私ホラーしか読まないんですけど、ホラー小説ばっかりなんですけど、すごいね、最近本を読みたかったものとかを読み始めて、これをね最近読んで、爆弾の悪夢というね、沢村一さん、この沢村一さんの作品すごい好きで、シリーズなんですね。すごい好きで面白いんですけど、この爆弾の悪夢ですね、面白かった。夢に関する化け物だね、爆弾っていう化け物が出てくるお話で面白いですね。でもこれはね、ちょっと人間の嫌な部分がすごく感じられる。目を背けたくなるというか、一回読むのやめました。一回こう読んでってこうやって一回しまって、でもやっぱり続きが気になるから、我慢して読むってそうきついんだけど読んでて面白かったっていうのがこの爆弾の悪夢で、今これを読んでて、これね、もう先月の25日5月25日に発売されたばっかりのトトハリ屋敷っていうね、沢村一さんのね、シリーズで、この沢村一さんのこのシリーズの過去エピソードみたいな感じですね。面白いですね。今のところ面白いけど、やっぱ怖いっすねっていう、そんな怖くないか、怖いのかな、びっくりって感じ、って感じですね。でちょっと皆さんにおすすめしたいのは、この岩井山という小説ですね。岩井山、嘉門七海さんの岩井山ですね。これ結構前に発売されてるんですけど、今月だったかな、今月か来月ね、映画化するんですよ。映画公開するんですよ、この岩井山っていう。やっぱ夏はホラーなんで、
ね、日本で夏はホラーなんですよね。で、映画興味ある人はね、ぜひ面白いか面白くないかわからないんですけれども、はい。でもし映画を見たりそういうのが興味あるよっていう方は、これ2007年ですね、結構前。でも面白かった。すごい読みやすいし、すごい読みやすかった。でそんなに長くなくて面白かったですね。はい。日本のなんか神社に関するとか山に関するめっちゃ日本っぽいホラーが好きな人、これおすすめですね。もう気持ち悪い、なんなのみたいな。で最後はゾワッとして終わります。もう最後ということって言って終わる、この続きどうなったんみたいな終わり方をして、すごい面白かったですね。最後の終わり方がちょっとマジって感じで面白かったですね。はい、岩井山ですね。はい、おすすめ。好きな人いるのかな、ホラー小説。個人的になんかホラー小説ってなんか究極のミステリーだと思ってて、なんか犯人人間じゃないじゃん。犯人人間じゃないんだけど、その裏にあるのはやっぱ人間が原因だったりするのが個人的にすごい面白い。あとその日本っぽいホラー、和風ホラーだよね。神社とか山とかそういう系のホラーはすごい好きなんで、はい、っていう感じですね。はい、そんな感じです。で今日はそんな話ではなくてですね、この度そう前から言っていた会話教材を発売しました。もうね買えます。もうウェブサイト、私のウェブサイトから買えるんですけど、ちょっとメンバー限定に少しだけ先に先行発売していたんですけど、今もう一般で皆さん買えるようになってますので、ぜひチェックしてみてほしいんですが、どういう教材なのかっていうのを今日ちょっと説明したいなと、紹介できたらなと思います。はい。なんでこの教材を作ったのかというと、前からすごい作りたくて、教科書とかにない、教科書もすごいもちろん役に立つし大切なんですけど、教科書以上の、教科書よりよりなんかを実用的でリアルなもの、リアルな会話練習みたいなものをどうにか作れないかなといろいろ考えていて、やっぱり私の生徒さんとか、リスナーさんとかとね、意見を聞いてると、実際教科書とかで勉強したのはもちろん役に立つけど、文法とかでもさ、じゃあ日本人と話しましょうってなった時にわからないとか、なんかどういうふうに話せばいいのかわからないとかね、そういうことで困るっていうことをよく聞いたので、なんかそういうことで役に立てるような、より自然な本当に会話教材を作りたいなと思って今回作りました。はい、タイトルはですね、リアル日本語会話仲良し後輩との休日編でございます。はい、これはですね、実はシリーズなんですね。シリーズの第1弾です。第1弾なので割といろんな人が使えるような、友達との会話休日みたいな形で今回は作ってます。ただね、相手がね、仲良し後輩との休日編ということで、後輩たちとのやり取りになります。はい、そう、これシリーズなんですね。なので今第2弾も作っておりまして、第3弾第4弾第5弾と続いていくんですけど、どういうものかというと、私がこの教材を作るためにすごく意識したことは、まず、実用的、すごくすぐに使える、そしてリアルな、もう一切皆さんが日本語学習者だから日本語学習者に分かりやすく表現する、分かりやすい言葉にするとか、なんかわざとなんか無理やり難しい言葉を入れて
なんかちょっと上級者向けにするとか一切してないです。もう本当にそのまんまのシチュエーションをボンって入れてるっていう感じなんで、上級者向け、中級者、上級者向けの教材にはなるんですけど、そうじゃない人でも使えるように本当に自然なシチュエーションを想定して考えて作ったもので、キャラクターがいるんですね。このシリーズの主人公、名前ははるこちゃんみたいな。はるかさんじゃないですね。はるこさんですね。はい。登場人物、はるこちゃんが出てきますね。これがこのシリーズの、主人公として、作りました。はるこちゃんですね。32歳。東京で一人暮らし、IT 企業で人事をしている、趣味はカフェ巡りというね、プロフィールをちゃんと設定しておりまして、はい、リアルでしょう。32歳、一人暮らし、趣味カフェ巡りみたいな。IT 企業で人事やってますみたいな。はい。で、今回このシリーズに出てくるのは、その彼女の会社の後輩です。会社の後輩、ゆうきくんですね。ゆうきさん、29歳。はるかの会社の、はるかじゃない。違う違う、はるこ。はるこ、はるかは知らない。はるかじゃない。はるこですね。はい、はるこの友達の会社の後輩。IT 企業で営業をしています。同じ会社。そして趣味は旅行とゲーム。で、もう一人後輩、みかちゃん。みかちゃんは25歳。ちょっと若い。で、はるこの友達の、友達じゃない。友達で、そう、会社の後輩。で、IT 企業で営業をしている。なんかこのゆうきくんとみかちゃんは同じ部署ですね。営業で。みかちゃんの趣味はアニメとアイドル。ね、ちょっとちゃんとキャラクターを設定して、イメージとしてはなんか、ドラマを作るみたいな形で、ストーリー性を持たせつつを作っています。だから第1弾の話はみんなでワイワイ、映画館に行く設定なんですけど、第2弾でも同じようなキャラクターが出てきて、また別のキャラクターも参加して、ストーリーはつながってないんだけど、関連している感じ。なんかドラマ CD みたいなのを意識してちょっと作りました。はい。ドラマみたいな。うん。それも意識しましたね。はい。なので今回はその実用的であり、あとは楽しく、勉強できるっていうのもものすごく意識して作りました。はい。で、この3人が今回の登場人物で、ここが目次ですね。目次は、8個のシーンがあります。8個のシーンがあって、1つ目はまず遊びの誘いのシーン。2つ目、待ち合わせとか何食べるっていう相談のシーンで、3つ目レストランに席空いてますかっていう予約の電話。4つ目でレストランでみんなで注文する。はい、で5つ目が、友達と、近況報告をする、最近どうみたいな。で、6つ目が映画館で注文する、ポップコーンとかね。はい、で7個目は映画を見終わってみんなでどうだったみたいな話をシェアする。そして8個目。これはですね、独り言なんですね。はるこちゃんの独り言。ああ、今日は楽しかった。なんとかなんとか、みたいな形の独り言を載せてます。なんかまるで日記みたいな形で最後終わってます。はい。これはですね、この教材はもうシャドーイングにも使えるように、作ってるんですね。でシャドーイングにも使えるように作っていって、特にこの独り言のシーンはシャドーイング向けに、作りました。結構割とちょっと長いスクリプトがあって、各自で、ね、練習できるように家でみんな独り言練習できるように作っています。はい、独り言で言う時ってどんな感じで言うのかなとか、そういったニュアンスみたいなのも勉強できるようになっております。はい。だから今回のシチュエーションは結構どんな人でも使いやすい、第1弾なのでこういう形になってますね。はい。他にもですね、もちろん新しい言葉が、勉強できたり、語彙の説明みたいな、英語訳が書いてあったりとか、あとは学習ポイント、カジュアルな話の仕方
の説明とか、結構スラングとか本当にもうなんかそのまんま、私とかが普段どういう風に話すのかっていうのをもうそのまんまのシチュエーションでやってるので、そういう自然な話し方のポイントとか、これはどういう意味なのかっていうポイントとかも説明したりしています。はい、なんかすごく日本語ってすごい省略したりもするんで、どういうところで省略するのとか、省略語を使うポイントとかも書いてあったりとか、はい、あとはなんかこう簡単に使いやすい例えばなんか誰かが意見を言ってくれた後に私もそれをしたいって言った時に何て言うのか、カジュアルに言う時と丁寧に言う時と、いろんなシチュエーションがあるのでそれの言い方の説明とかが載ってたりとか、はい、その学習ポイントっていうのがこう載ってます。あとは文化の説明とかもありますね。レストランについての日本の文化の説明とか、映画館で、はっきりとルールにはなってないだけど、みんな暗黙の了解で守っているなんかルールみたいなのが、こんな雰囲気だよ日本の映画館はっていう紹介とか、そういうなんか日本文化理解も深められるような、解説とかも載っていて、全部で41ページですね、あります。はい、あとはシャドーイングのやり方とか、そういった、解説が載っております。はい。じゃあ実際にちょっと音楽じゃねえ、音声をね、流してみて、こんな感じだよっていうのをちょっと紹介したいんですけど、音声は、この春子ちゃん、ゆうきくん、みかちゃんは全部プロの声優さんにお願いして、音声を作っていただきました。はい。なので、なんだろう。本当にね、ドラマ CD を意識して作ったって感じですね。ちょっと聞いてみていただきたいんですけど、これが遊びの誘い、最初のシーンですね。春子先輩、お疲れ様です。お疲れ。今ちょっとお時間いいですか？どうした？日曜、なんか予定あります？日曜？日曜は特に何もないけど。じゃあ映画見に行きません？気持ちの刃っていう今めっちゃ流行ってるアニメがあって、その映画を見に行きたいんですけど、春子先輩興味あります？そう、こんな感じで、主人公の春子ちゃんの性格はちょっと自信がなさげな、ちょっと内向的なおっとりした感じの性格で、後輩の美香ちゃんはすごい元気いっぱいの元気後輩みたいな。でも2人は会社で会社の先輩同僚という関係なんだけど、もう友達みたいに仲良し、はい、っていうような設定で作っております。はい。なのでなんかこの会社内のこの同僚の距離感っていうのも勉強できますし、その後輩はどういうふうに仲いい先輩とこう距離を縮めるのか、どんな話し方をするのかとか、そういったことも、はい、勉強できますね。あともう一つはなんか注文ですね。店員さん、映画館でポップコーンを注文する店員さんと春子さんのやり取りっていうのもちょっとじゃあ紹介したいと思います。どうぞ。すみません。ポップコーン M サイズください。ありがとうございます。今期間限定で L サイズを頼むと飲み物が無料でついてきますが、いかがいたしますか？じゃあ L で。かしこまりました。お飲み物はどちらにしますか？コカ・コーラゼロで。かしこまりました。ポップコーンのお味はいかがいたしますか？塩で。かしこまりました。塩ポップコーン L サイズとコカ・コーラゼロですね。合計で2000円です。はい、こんな感じでもう本当に自然に、速さとかもゆっくりしないで、もうその自然なままでやってくださいって声優さんにお願いして作ってもらいました。はい、いかがでしょうかね。これがなんか8シチュエーションあるっていう感じですね。はい、この声優さんにお願いするのもね、すごい楽しかったですね。なんかこの春子ちゃんの性格がどういう子で、こんな感じでお願いしますみたいなで送られてきて、いやもうなんかもうちょっと声のトーン落としてとか、この言い方もうちょっとこんな感じでとか、はい
すごい楽しかった。だからこれをね、なんか自分でこのストーリーを作ったりとかするのすごい楽しくて、はい、私も作ってて楽しかった教材ですね。はい。で、内容なんですけど、この、私のウェブサイトでデジタル教材として販売するんですけど、ZIP ファイルでまとまっています。で、中身は、一つ目は、その、本編の、まあ、なんていうの、本編ですね。はい。本編が入っていて、二つ目は、この本編のスクリプトを丁寧な、教科書的な日本語で書き換えたバージョンもあります。これ音声ないんですけど、これはなんか翻訳みたいな形で使ってください。これどういう意味なの？このスラングとかこのカジュアルな話し方とかすごく出てくるので、これって本当はどういう意味なんだろう。普通のその教科書的な文法に直したらどうなるんだろうって思うと思うので、それが書かれてる感じですね。丁寧日本語バージョン。はい。で、あとは、英語バージョンと、あとは中国語のバージョン。簡体語ですね。はい。があります。で、これ音声はもちろんないんですけど、英語版と中国版があるので、これはもうもちろんサポートなので、もし意味がわからなかった方はこちらを見てくださいね。はい。でもあくまでもちょっとこの翻訳はメインで使わずに、メインは本編とその丁寧語版をちょっと見ていただきたいなと思いますね。はい。あとは音声は、フル音声がもちろんありまして、あとは 80% のスピード、ちょっとゆっくりめのスピードもあります。これはシャドーイングに使ったりとか、自分で練習用に、はい、使ってくださいっていうことですね。うん。あとはキャラクターごとにそのキャラクターになりきって練習できるように音声もあります。そうだからはるこちゃんだったらはるこちゃんのところだけない音声っていうのを全てのキャラクターであります。はるこちゃん、ゆうきくん、みかちゃん練習用、あと店員さんの練習用の音声もあります。はい、もうぜひねこのなりきって自分がはるこちゃんになった、ゆうきくんになった、みかちゃんになったという気持ちで練習していただきたいなと思いますね。はい。で、一応ね、はるこちゃん、みかちゃんとか女性なんですけど、男性でも大丈夫な一応話し方は意識してます。全然超女性っぽい話し方ってよりは、別に男性にしても大丈夫っていう風にしてます。なので練習するときはその私はじゃなくて俺は僕はに変更して自分でそのはるこちゃんとかみかちゃんの役を練習してみてもいいと思います。はい。ただねこのゆうきくんはねすごい男っぽい話し方なのでちょっと男性的な話し方ではあるので、女性でゆうきくんを練習したい方はちょっと男っぽい話し方の練習になるっていう感じにはなります。はいはい。いかがでしょうか。こんな感じ。値段だね。一番大切なところ。値段は、全部で9ユーロになります。9ユーロですね。すみません。ユーロ表記で私のウェブサイト、設定変更ができないので、ユーロになるんですけど、もちろん日本円でも買えますし、ドルとか、いろんな通貨が対応できますので、クレジットカードとか、Google Pay、Apple Pay で支払いできます。9ユーロになります。はい。そう。で、今メンバー限定で 10% オフクーポンをメンバー限定で YouTube メンバーシップの方に、配っています。なのでこれを機にね、メンバーになってクーポンも同時にもらうっていうのも、大歓迎です。はい。お待ちしてます。はい。メンバー限定クーポンは6月30日まで使えますので、ぜひ、はい、お願いします。はい、お待ちしております。はい。あとね、この教材を使って、自分の先生とかと練習したいっていう人もいると思うので、それも全然 OK です。先生に、その春の日本語のこの教材一緒にやってほしいですって言って、自分のレッスンでやってももちろん OK です。はい。構いません。ただですね、これコピーして誰かにあげるとか、そういうのはちょっと、お控えいただきたいなと思います。ぜひね、そういう時は2つ買ってお願いね。
はい、第1弾は本当にこんな感じで、まあちょっと簡単ではないですけれども、簡単っていうかまあ日常的なシーン、もう全ての人が使えるようなシーンを考えてみました。はい、リアル日本語会話仲良し後輩との休日編ですね。はい、で第2弾も今作っておりまして、第2弾はもっと、ビジネス的なシーンになります。この春子ちゃんが、美香ちゃんと一緒に、北海道に出張に行くという会社の出張というシーンになります。第2弾はですね。で春子ちゃんの部長が出てきたり、40代ぐらいの部長が出てきたりとか、外の会社のね人とかが出てきたりして、もうちょっとこのビジネス的で、もうちょっとその敬語が多くて難しくなってきます。で今回はね結構若めの女性キャラクターとかも多かったんですけど、次回はちょっと年が上めの男性キャラクターが多めに出てくる感じです。はいはい、でスクリプトもすごく長くなります、今回よりも。だからちょっと値段も変わっちゃうかもしれないんですけど、次回はそんな感じでビジネス版ですね。出張に行く、北海道へ行くっていうことですね。はい、これも今作ってるんですけど、もう作るのが楽しくてどんな話にしようかなとか、どんなジョークを入れようかなとか、どんなこの自然な話し方をするかなとか、いろいろ自分で考えてますね。はい、第3弾はまだ考えてないんですけど、コメントとかで初めて会う人とどういうふうに接するかわからないから教えてほしいみたいな、そういうシチュエーションが欲しいっていう意見をいただいてたので、そういうのもね入れていく予定です。例えば言語交換に行ってみた春子ちゃんがとか、マッチングアプリ使ってみてデートしてみたとか、なんか転職しようと思ってその面接をしてみたとか、なんかそういうこと、なんかヨガ教室に体験入店してみたみたいなね、体験入会したやつとか、なんかもういろんなシチュエーションを今考えて販売していく予定ですので、皆さんお手に取ってみてください。はい、私のウェブサイトからもうすでに買えますのでよろしくお願いします。なんか問題とかあったりしたら全然言ってくださいね。 ZIP ファイルの問題とか、なんか音声入ってないとかね、もし何かあったら言ってください。はい、あとこういうシチュエーションを作ってほしいっていうリクエストも受け付けておりますので、コメントとかで送ってください。はい、まあね、これを考えるときにすごいいろいろ考えて、やっぱりどうやったら役に立つのだろうかっていうことをすごい考えて作りました。やっぱお金をいただくっていうのもあるので、できるだけもうなんかもう損しないというか、なんかそれはそうなんだけど、なんか価値のある教材を作りたいという気持ちがありまして、いろいろ考えて作ったっていう感じですね。はい、もちろんねいろんなフィードバックが皆さんからいただくかなと思ったりするので、今後もね改善しながら作っていきたいなと思っています。はい、2ヶ月に1本ぐらい作れたらいいんだけどね、って感じですね。はい、待ってます。はい、ということで今日はそんな感じで、ぜひこのリアル日本語会話仲良し後輩との休日編、私の春の日本語のウェブサイトから購入できますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、今日は以上。今日話したらしまたトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとインスタグラム、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。あとそう YouTube メンバーシップですね、参加募集しております。最近ユーロトラックシミュレーター2をプレイしまして、めちゃめちゃハマってますこの後もちょっとトラック運転しようかなみたいな。ロンドンからリバプールまでなんか行ったら、昨日はなんかケルンからロンドンまで行ったんで、次ロンドンから多分リバプールかな、ちょっと仕事しようかなとね、
ちょっとね、トラックドライバー大変なのよ。ずっと座りっぱなしで集中し続けなきゃいけないからね。はい。ぜひめちゃめちゃハマってる。マジでハマってる。面白すぎる、あのゲーム。やばいな。なんかちょっとあれ欲しいもんね。ハンドルコントローラー。ほんとガチなトラックのハンドルとなんかペダルとかギアとかがついてるやつちょっと欲しいと思ったけど、調べたらなんか5万ぐらいすんだね。高すぎる。5万は高いって。5万は高いだろ。ニンテンドースイッチ買えちゃうもんね、5万ぐらいだったらね。そうだから今まだキーボードマウス、キーマウだね。キーマウでこうクチ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 ってやってたまにハンドルが滑ってガシャンとかってぶつかって、はい、大変でございますけど、トラックドライバーに転職したんですね、私は。はい、ぜひねメンバーシップ見てみてください。はい。あとサニーサイドジャパニーズポッドキャストもあります。サニーサイドの先生たちと一緒にお話ししている対話式のポッドキャストになりますので、こちらもぜひ聞いてみてくださいね。そしてサニーサイドジャパニーズ、新メンバー入りたい方、ウェイティングリストに参加できますので、はい、ぜひチェックしてみてください。そして最近ねプライベートレッスンを始めたので、サニーサイドジャパニーズ新メンバー、そのメンバー入れないけどちょっと先生たちとお話ししたいって方はぜひプライベートレッスンから、はい、参加してみてくださいね。お待ちしてます。はい。あとは春とゆうゆうのゲームで日本語というゆうゆう先生と一緒にやっているゲームチャンネルもありますので、こちらもぜひ、見てみてくださいね。リトルナイトメア3を2人でプレイしてます。すごい、モニャくんがすごい顔で見てる。そろそろ終わりにしないと不満そうな顔してるからはい、ということで皆さんもう最近梅雨がほんと始まりまして、日本は今もう今日台風の日だったの。もう台風とかね来てますので、皆さん外に行くときは気をつけてくださいね。熱中症もそうだし、台風の時はもう危ないのでね、本当に。はい、ということで皆さんまた次回、さよなら、バイバイ。